こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガパンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在104,700ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、日銀政策金利、米 PMI、米ミシガン大学消費者信頼感指数、米中古住宅販売件数などがありました。日銀の利上げは事前報道通りの 0.25% の利上げとなっているんですけども、上田総裁の発言からですね、市場では次の追加利上げの可能性が注目されています。米各指標はそれぞれ予想以上、予想以下の結果とまちまちになってまして、ドルと円がともに弱くてですね、ポンド、ユーロ高の印象があります。米市場開場後は米金利、米ドル、米株各指数下落となってまして、ビットコインは比較的強くて104,000ドル台推移となっています。個別株の方ではマイクロストラテジーが 10.5 億ドル相当の転換社債の償還を発表、セメラーサイエンティフィックが初の転換社債発行を発表したことなどが話題になっています。株価はどちらも下落してまして、セメラーサイエンティフィックはデイリーでマイナス 9.5% となっています。あと ETF 関連ではナスダックがブラックロックの iShares ビットコイントラストの現物償還モデルへの転換を申請しています。これはビットコインの現物 ETF が承認される時もですね、話題になってましたけども、現物償還モデル、現金償還モデル、どちらになるのかというのが注目されてました。でもちろん業界、ユーザー側としてはですね、現物償還モデルの方が手数料が安いんで、そっちの方が買う人も増えるし、できればそっちを通したかったんですけど、申請段階でですね、SEC 側からまずは現金償還モデルでという意向があったんで、各ファンド仕方なくですね、その現金償還モデルにしたといった流れになってました。ただ今回トランプ政権誕生からですね、SEC 内部も変わったんで、おそらく承認されるだろうと見込んで、現物償還モデルを申請している段階なのかなと思います。個人的には結構大きいニュースだなと思います。あとはコインシェアーズがライトコイン ETF と XRP ETF 申請、グレースケールがビットコインアドプターズ ETF を申請。これはビットコインを保有している企業へ投資する ETF とされています。あとはこちらもグレースケールがライトコイントラストとソラナトラストの ETF 転換申請を行っています。これはいつもの動きですね。あと昨日のビットコインの ETF のフローは現時点では全体でプラス 3.6 億ドルの流入となっています。これで週間でもプラス15億ドル以上の流入となっています。香港はゼロとなってますね。デリバティブ方面ではデリビットの1月31日満期のオプション Y が79億ドル相当になっているのが注目されています。先日この31日満期のポジションが未だ強気だというのを取り上げましたけど、期限切れからのボラが警戒されています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.22%、額としては660億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.1%、バイナスミはショートが 53.4% と全体では上寄りになっています。今後の指標としては1月28日に米新築住宅販売件数12月、ハンガリーの中銀政策金利、米耐久財受注12月の速報値、1月29日に米リッチモンド連議製造業指数1月、米コンファレンスボード消費者信頼感指数1月、スウェーデン、カナダ政策金利、1月30日に米 FOMC、ECB 政策金利、米実質 GDP 第4四半期速報値などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では日銀政策金利と米 PMI の警戒、あとは仮想通貨関連の大統領令署名後の米市場明けに注目したいところだけども、ここ2日間ですね、米株と比較してビットコインが弱くなってて、自分の予想も外れてるのが気になると。で、今週の指標も今回で一息つくんで、米株との乖離が埋まってビットコインが単体で強くなるんじゃないかということで、1月25日 AM6 時点のビットコインは昨日の103,016ドルよりも上という予想でした。結果としては日銀政策金利が事前報道通りの 0.25% の利上げ、米各指標発表からですね、米ドル、米金利、米株各指数も下落してるんですけども、ゴールド、ビットコインが比較的強くなってまして、ビットコインは一時10万7000ドル突破、そして判定時刻の1月25日 AM6 時点のビットコインは10万4859ドルということで、昨日の10万3016ドルよりも上なんだったりです。はい、続いて本日は土曜なんで、次回は次の米市場平常日1月28日の AM6 時点の予想ですね。FOMC、ECB 政策金利が1月30日に控えててですね、その前にも米指標が並んでる、指標ラッシュとなってます。あと大統領令の期待も一旦落ち着いたと思うんで、ここで調整と見て下にします。なので1月28日 AM6 時点のビットコインは現在の104,772ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては1月28日0時に米新築住宅販売件数が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。
あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3290ドル、BTC 建ては0.0314と。先物の方では、OI は全体でマイナス 1.4%、額としては306億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.3%、マイナス意味はロングが 81.7% と、全体では下寄りになっています。昨日の ETF のフローは、現時点では全体で若干の流入となっています。香港はまだ公開されてません。イーサ関連の話題では、イーサの価格パフォーマンスを改善するためのビタリックの提案が注目されています。内容としては L2 の手数料の一部をバーンしたり、イーサエコシステム内に還元したらいいんじゃないかとか、あとはブロブの手数料をもう一つの収益源として確立したらいいんじゃないかといったことなどが挙げられています。あとは日本のソニウムがこれ以上進展がないと見られてたエンタープライズブロックチェーン復活の代表的な例になっていると取り上げられたりしてますね。昨日ですね、その仮想通貨関連の大統領令署名ファンだから一時的に単独で強くなってましたけども、現在はまた BTC 建ても調整となってます。ビットコイン ETF の現物償還モデル申請もありましたし、個人的には ETF 方面でのファンダに期待したいですね。こちらも週明けの米市場会場あたりでどのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では、昨日署名されたデジタル資産作業部会設置の大統領令に関して様々な見解が出てますね。昨日も取り上げましたけども、大統領令の内容としてはですね、デジタル資産作業部会というものを設置して専門家を取り入れて正しい規制の下で今までイノベーションを阻害してきた既存の規制を排除してデジタル資産備蓄を検討していくと、その中で CBDC も禁止にするといったものになってます。で、私もこの大統領令が署名された時にですね、今までの多くの懸念点が一気に払拭されそうだと。で、またデジタル資産という大きな括りからアルト方面が明るくなるんじゃないかという話をしましたけども、一部の見解では少し違った捉え方をしてるんですよね。今までトランプ大統領のビットコインを米国の準備金にするという公約があってからの、今回のこのデジタル資産作業部会の大統領令にあるデジタル資産の備蓄を評価していくという文言が出たんで、市場としてはビットコインまたその他仮想通貨が米国の準備金として検討されるんじゃないかと、多くの人が思ってると思うんですけど、一部の見解ではですね、準備金という表現と備蓄の表現には大きな違いがあると。準備金は政府の資金で市場から買って国の準備金にするというものなんですけど、備蓄は事件などで押収した仮想通貨またはビットコインを市場で売りさばかないということにも当てはまると。なのでその現状の大統領令の内容だと、米国がどんどん買っていくというよりかはですね、今までの事件で押収したものをただ市場に放出しない、それを前向きに検討していくといった捉え方の方が自然なのではないかという話なんですね。なのでこの見解からするとですね、一番上が米国の準備金確定で、その次が準備金検討で、その下が欧州分の仮想通貨を市場に放出しないことを確定で、その下が欧州分の仮想通貨を市場に放出しないことを検討なんで、今現在市場で期待されている準備金検討という期待よりもですね、2個下くらいのフェーズなのではないかと見られています。昨日 SEC が SAB121 の撤回を発表したりもしてましたけども、他の仮想通貨界隈の規制もですね、新たな規制が正式に施行されるのは、数年後なんじゃないかとかね、またネガティブな見解が出始めている状況です。立て続けにかなりいいファンダが出てもですね、いまいち市場が盛り上がらないのは、こういった見方が要因になっているのかもしれないですね。ただ今までの米政府はですね、そう押収した仮想通貨ビットコインに関してはその定期的に市場で売りさばくのが普通だったんで、当時と比べると状況が良くなっているのは間違いないのかなと思うんですけど、まだ市場は憶測ばっかりなんで、今後ね、どういった動きになるのか、トランプ陣営の動向に注目ですね。あとアルト関連ではソースオブバリューのエアドロトークンクレームが開始となりまして、各取引所に上場しています。このソースオブバリューのエアドロはですね、そのサイトや YouTube チャンネルに訪問したり、その誰かを招待したりですね、あとはインデックストークンを買って経験値を貯めて、でその経験値をもとにエアドロされるトークン量が決まるみたいな内容でしたけど、上場が1ドルをつけてまして、無料でできるエアドロだった割には他の人を見る限りですね、数百万円のエアドロがザラで、デカドルだったということで、昨日かなり話題になってました。で、私も実はずっと動画の概要欄にリンクを貼ってたんですけど、一切言及しなかったんで誰も踏まずにねただただ自分のタスク処理の経験値だけで、500トークンもらいました。あと言い訳すると、私もずっと ETF の状況を見るときに使わせてもらってたんですけど、ずっとログインしてなかったんですよねで、それをスナップショットの数日前くらいに気づいて、で慌ててログインして、こんな結果でした。ただね、500ってね、その私が売った時に450ドルくらいになったんですけど、日本円で7万円くらいなんで、結構でかいですよね。やっぱりね、こういうノーリスクのエアドルは触るべきだなと思いました。
もちろんね、フィッシングとか気をつけないといけないですけど、ソースバリューのエアドロシーズン2はもう始まってるんで、今回はちゃんとやろうかなと思います。まだやってない方は概要欄にリンク貼ってますんで、毎日サイト訪問して経験値稼げばまた少しはもらえると思います。以上、ノーリスクのエアドロ活動はちゃんとやりましょうという自分への戒めでした。あとその他資金調達関連では SBML1 チェーンのフォーゴが800万ドル調達、ライトホース開発のレディウスが700万ドル調達、ミーム発行プラットフォームプリンターが250万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今週マジで疲れましたね。週末は何もないことを祈って休みましょう。今日このとか何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。